というわけでついに始まりましたオリチャリアメリカブルベ挑戦編。今日は3月15日、まだめっちゃ寒い中、今年一発目のお試しブルベ的な100キロのコースにエントリーして参加してます。多分20人ぐらい参加してるんじゃないかなという感じで、ちょっとまだこっちのブルベの様子が全然わかんないけど、みんなについて一緒に回ってみたいと思います。しかし寒い。道路は広いし、こんなに広い自転車通行レーンも用意されているので、めっちゃ走りやすいです。さて、こっちでブルベを走るにあたって最大の懸念がトイレ問題なんですが、多分こういうガソリンスタンド併設のコンビニのトイレを借りて回ることになるんだと思います。というわけでちょっと試しに寄ってみます。空いてんのかな。こんな鍵を借りて開けて使わせてもらうみたいです。これ助かる。というわけでトイレ借りたお礼にコーラを1本買って出てきました。よし行こう。さて、私はですね、去年2024年の10月から仕事の都合でアメリカのボストンに単身赴任してまして、せっかく日本で2年かけて SR メダル取れるぐらいブルベを頑張ってきたんで、こっちでもアメリカに来てもブルベ走れば走りたいなと思ってまして、でボストンのあるマサチューセッツ州には2つブルベを開催している団体があることが分かって、今年はちょっとその2つの団体が主催するブルベ順番に出てみようかなと思ってます。で、アメリカのブルベ事情をちょっと調べてみたんですが、普通に日本と同じで全国各地にブルベ主催の団体があって、同じように一年中どっかしらでブルベが開催されてるみたいです。なので、今年はちょっとお試しで、慣れるまでは自分の家の近くのマサチューセッツ州近辺、車で通える範囲のところのブルベに出てみようと思ってますが、慣れたら、来年以降様子を見て飛行機乗ってちょっと遠くまで出かけて、ボストン以外のエリアのブルベにも参加してみようかなと思ってます。なんならアメリカから出てどっか違う国のブルベ、カナダとか割と近いんで出てみたいななんて思ってます。今日見ても参加者結構多くって、なんかイメージは日本と同じで、ベテランの割となんというかロングライドにとても慣れていらっしゃるようなおじさまたちがほとんどで、中にはちょっと若者や女性もちらほらいたし、今日は100キロブルベということで割とハードルも低く、初めてですみたいな人も割と参加してるんじゃないかなと思います。アメリカでブルベって大丈夫って思われるかもしれませんが、アメリカといっても栄えてるのってほぼほぼ
大都市の真ん中だけでちょっと離れるともう全部こんな感じのなんもない田舎です。なんかいつも日本で道志道とか河口湖の辺りぐるぐる走り回っていた時と、ほぼほぼ変わらない感覚で外は走ってます。道路も広いし信号もほとんどないし、なんか、自転車で走るにはとってもいい場所です。ただ問題があって、コンビニがないからちょっと疲れたって言って休憩しておにぎり食べたりお団子買って食べたりコーヒー飲んだりトイレやったりすることができません。ひたすら何もないところをまっすぐ黙って走るだけです。その代わりにガソリンスタンドがところどころにあって、必ず併設してコンビニみたいな場所がついてるんで、そこによってちょっとしたコーラとかお菓子買ったりトイレが借りれたり借りれなかったりする感じです。ちょっといい感じの古い橋を通って川を渡ってます。こんな感じ。なんもない農場の真ん中を走ってますここで走行不能になったら私は一体どうすればいいんだろうっていうぐらいなんにもありません。お墓、たまたま通りがかった何かのマーケットのトイレを借りました。助かった。よし、今35キロぐらいのところですかね。はい、折り返しの50キロぐらいのチェックポイントに向けて再開します。あとアメリカって2段階右折の概念がなくって、いいのかな、こんな感じで普通に車に混じって左折しちゃいます。ちょっと怖いけど早いし分かりやすくていいかなと思ってます。よし、ここだここだ。よいしょ、ここかな、本当にここかな。ダンキンとサブウェイがある。いる、大勢いる。いっぱい飯食ってる。Good. No. 折り返し地点の PC1 でダンキンドーナツがあったんで、そこで軽く食べてレシートもらって出てきました。コンビニレシートを取って、PC によった証明とするっていうのはどうも世界共通のようです。日本と同じだった。
で残りあと45キロ。まあ今日は全部で100キロなんで本当に足慣らしの足慣らしみたいな感じだけど、残り半分弱安全に走っていきます。はい、後半結構な上りが続いてますけど、散々これまで AJ 西東京の朝霧高原なんかで鍛えられてきたんで、これくらいなんともないはずやけど、久しぶりなんで結構きついです。まあなんとかなるでしょう。はい、この辺はまだ結構雪が残ってて寒々しい感じです。はい、左手に見える湖はまだ完全に凍ってますね。牧場に馬がいます。牧場ぐらいあるか。すんごい広い土地だな。しかしこれみんな何して暮らしてんだろう。はい、残り10キロ弱なんですが、急に足が動かなくなってきた。これは分かりやすくエネルギー切れだと思うので、ちょっと買ってあったエネルギーバー的な甘いやつを食べてちょっと休憩します。はい、なんか声かけられましたけど、はーいっつって返事しちゃった。そうそう、日本の皆さんは今この動画見て右側走ってるのに違和感を感じるかもしれませんが、これは割とすぐに慣れました。ただどうしても止まるときに左足のクリットを外して左足を地面につく止まり方はどうしても変えられません。何回か右足を外して止まる練習してみたけど、無意識に左側に体重乗せちゃって転びそうになって逆に危なかったので、もう諦めました。あんまりこっちでは交差点で止まることもないし、車に接近して停車することもほとんどないので、あんまり影響はないかなと思ってます。さて100キロを超えたんで、もうすぐスタート地点に戻っておしまいかなと思います。100キロ走ってみて感じたのは、ずっと変わらないこんな感じの一軒家がポツ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 並んでる広い道をずっとまっすぐまっすぐ走ってるだけで、なんというか景色の変化が少なくてあんまり面白くない感じでした。多分これ距離がもっと伸びてきたらいろんなところぐるぐる遠くまで走ると変化もあると思うんで、海が見えたり川を越えたり山登ったり、そんな刺激的なブルベを走れることを期待して、アメリカブルベ挑戦編、どんどん走っていきたいと思います。しかしもうすぐゴールの割に全然都会になってこないんだよな。都会に帰ってきました。ここはウエストフィールドというマサチューセッツのちょっと西の方の町です。都会っちゃ都会だけどなんもないっちゃなんもないちっちゃな町っすね。
ここの町にあるちっちゃな自転車屋さん、ロードバイク屋さんのなんとかバイク、ニューホライズンバイクスというお店の人がどうもこのブルベを主催している人のようです。感謝感謝。よし、ここの交差点を曲がるとゴールに着きます。よいしょ。はい、帰ってきました。ニューホライズンバイクスゴール地点です。今1時40分ぐらいなんで100キロ5時間半くらいで帰ってきた感じですかね。まあまあ普通のペースでしょう。というわけでお疲れ様でした。誰もいない。